こんにちは、くまです。こんにちは、ぽっぽです。今回はですね、介護福祉の国家試験の合格発表がありまして、まずはこの試験受験された皆さんですね、本当にお疲れ様でした。仕事をしながら、受験された方、家庭のことをしながらですね、限られた時間の中で勉強されてきたと思います。まずはね、その努力に心から敬意を表したいかと思います。試験の点数の詳細な分析はまた別の動画としてですね、今回はこの試験について少し振り返ってみたいかと思います。では行ってみましょう。どうぞ。今日ね、これ撮影してる日も3月16日なんですけどね、発表の方がありましてですね、今回の合格基準点は64点、合格率は 70.1% でした。毎回言ってるんですけど、これね、優しくなったから64点になったわけではなくて、皆さん75点を目指してた方が頑張った結果ね、64点しか取れなかったということなので、決して点数が低いからね、簡単になったとかね、そんな風には思わないでほしいんです。で、その中ね、合格された皆さんですね、本当におめでとうございます。とても嬉しい瞬間だったと思いますし、今後の生活なんかがね、少し明るくなるような気がしますしね。今回からパート合格いうのがね、出てきておりますのでね、もうこれもね、私はもうおめでとうでええかなと思ってるんです。パート合格はあくまでも不合格なんだよっていう方もいらっしゃるんですけどね。けどね、介護やってたらね、介護の目標を立てた時にね、一部達成とか言いますもんね。一部達成なんだからね、わざわざマイナスの表現使ってね、表す必要ないかなとは思います。パート合格もね、一部合格だったっていうことでいいのかなと思います。で、今回残念だった方なんですけれどもね、本当に悔しい思いかと思います。もしかするとね、自分の努力が足りなかったからじゃないのかなとかですね、自分はできない人間ではないかなとかね、そう思ってしまうかもしれないんですけど、決してね、そんなわけではないってことなんです。努力は報われると言いますけどね、もちろんそうあってほしいとは思うんですけどもね。けど、いつの間にかですね、努力が全てのように考えてしまう方もいらっしゃるのかなってことですね。合格された方でもね、そうでない方でもね、過去に皆さん努力をして成功した経験がある方がいらっしゃるかと思うんです。王さんは何か努力して成功した経験ありますか？あります。あるんですか？あるんですか？あれですか？あります、ね。何か努力したんですか？あったんですね。ね、ポポさんもあるんですね。なのでね、今回もね、努力が原因で、その結果でね、良かったとか悪かったとかね、あるというふうに考えてしまうんですけれども、やっぱりこの成功体験というのは今でも強い影響力を持っているので、どうしてもこれを基準に考えてしまう方が多いのかなということですね。逆にね、努力しないけどね、なぜかうまくいったってね、ことはあるかと思うんですけど、ね、なかなかそれが何かって言われると、ね、あんまり印象には残ってないってことね。やっぱり努力して成功したり、努力して失敗したね、この経験の方が強くあるのかなと。ね、だからね、努力がこのテストの結果もね、影響してるんじゃないかってね、もうそれだけではないってことなんです。今回の試験でもね、仕事をしながら勉強した人、家庭のことをしながら勉強した人、ね、夜遅くまで働いてた人とかね、環境はみんなそれぞれ違うんですね。でも試験、受験の資格であったりね、合否に関しては、これは平等だったんですね。けどね、その合格だったり、受験資格が平等なだけであって、そこに至るまでの過程ですね、これは決して平等ではないんですけれども、どうしてもね、試験の結果がね、点数で出てくるのでね、平等だった、公平だったってね、思ってしまう方がいらっしゃるんですけどね、結果だけであってですね、その過程というのはね、決して平等でもなければ公平でもないんだよってことですね。合格された方の中にはね、自分ができたんだからね、他の人もできるというふうに考えたりね、勉強だったり試験がね、できる方ほどですね、やっぱりできなかった人の気持ちっていうのがね、時々わからなくなることがあるんです。これをですね、僕は勝手にできる子理論と呼んでるんですけれども、大体ね、できる人の頭の中ではね、物事の計算だったりとか、情報の把握だったり、判断とかね、作業の手順とかね、それを言語化することとかね、こういったことがね、無意識にできてしまっていることが多いんです。考えることではなくね、もう感覚でできてしまうことが多いんですよ。そうなるとね、何が起こるかってことなんですけども、やってることが簡単に見えるとかね、できないポイントがわからないとか、説明を省略してしまうとかね、いうことが起こってしまうんです。で、さらに評価の基準が効率ということになってくるんです。できる人ほどね、成果を出すことですね。こちらの方を重視する傾向があって、その結果ね、できない人のね、不安とか混乱とか
そのできなかった方の小さな進歩とかね、こういったことに目が向きにくくなってしまって早くできるようになることだったりね、効率というものを求めてしまうっていうことなんです。そうなるとね、仕事中でも言い方厳しくなったりね、何か教える立場になった場合でもね、強い指導なんていう風になりやすいのでね、ちょっと合格された方ね、その辺のことは気をつけてほしいなってことですね。でね、できなかった人の気持ちがわかることですね。これはね、介護の仕事をやってる方にとってはね、効率や成果だけでなくね、不安を理解してね、小さな進歩を確認できるってことですね。そのためにやっぱりね、需要だったり共感っていうのがね、非常に大事だっていうことをね、たくさん勉強してきたんですけれどもね、時々ね、わからなくなってしまうということがあるのでね、これから介護福祉になられてもね、お気をつけいただけたらなと思います。今回合格された皆さんはね、本当に難しい試験ですね。もうこのパート合格というね、制度の変更に巻き込まれたんですけどね、その中でもきっちりと合格されているのでね、それは本当に素晴らしいことだと思いますしね、これからね、介護福祉になられるとね、誰かを指導するという立場にもなりますのでね、そんな時にね、ちょっとね、できない人の気持ちだったりね、それをね、どう理解するか、どう受容するかってことですね。こんなことも考えていただけたらなと思いますね。ただね、今はね、合格したところなんでね、これは喜んでいただいたらいいと思いますし、誇りに思っていただいたらいいのかなと思いますね。これ、喜び表現するときにね、他人を落とす必要はないのでね、一緒に受験された方へのね、敬意とかね、他人の努力というのも認めてあげていただきたいなと思います。今回ちょっと残念だった方ですね、どうか今回の結果をですね、努力不足だけとは考えないでください。努力しなくても勉強はできる人もいますし、努力できる環境なんていうこともありますのでね、今回された努力はね、確実にね、積み重なってますしね、今は悔しいと思いますけどもね、悔しいと思うこと自体がね、努力してきた証拠なんでね、その努力は必ずどこか次につながりますので、今は悔しがっていただいていいですけれども、いずれどこかで受け入れていただいて、新しい価値観だったりを生み出していただけたらなと思います。ということで、今回ですね、合格発表があったんですけどね、それぞれね、喜びとか悔しさとかがありますけどね、それぞれですね、もう十分に表現しきったらですね、今度はそれを受け入れてですね、次のステップに向かわれることを願っております。今回はこんなとこでした。今シーズンも終わりましたね。はい。ね、38回シーズンですね。はい。なので今日の雑談はですね、はい、いろいろコメントが来てますので、はい、それをちょっと読み上げながらですね、振り返っていきたいかなと思うんですけれどもね。はい。このコメントね、多分本名で入力されてる方もいらっしゃれば、ペンネームだったりね、ニックネームで入れてはる方もいらっしゃるかと思うんでね、名前自体は読み上げずにいきたいかとは思うんですけれども、ね。そうだね。はい。ね、自己採点は74点でめっちゃ不安です。科目ごとの0点はなかったです。いうようなコメントが来てました。今回74点でしたら合格ですね。ね、よかったですね。この方、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ね、それ以外別の方、ね、今日発表だ。今日16日のお昼間に来てたんですけど、自己採点69点、下振れしてくれ。奇跡起こって合格ならないかなって合格ですね。合格なんですよ。はい。合格なんですよ。はい。ね、おめでとうございます言ってね、送っておきましたね。はい。合格しましたって帰ってきてたんで、よかったですね。はい。それ以外、38回の試験から今回同様な問題になるんですかねっていう質問が来てたんですけどね。これはね、ちょっとどうかわからないですけど、ほぼこうなるんでしょうね。でね、パート合格導入されたのでね、これの振り返りだったりとかね、で検証なんてかはされるのでね、それによっては修正かかるかもしれないんですけどね。やっぱやめたみたいなのはない？やっぱやめたもひょっとしたらあるかもしれない、はい、かもしれないですけど、まあねできた制度なんで3年はやらなあかんのでね、はいね、なので3年間はこんな程度でいくのかなと思いますがね、中の合格の比率とかはねちょっと調整されるかなって思いますね。から、以前に受けた方からもまたコメント来てまして、前々回かな、すごくたくさんコメントくれてた方なんですけどね、昨年逃げ切りました。今年の医療的期間もめっちゃ難しかったみたいですね。逃げ切れてよかったですっていうようなことですね。私の時も心と体の仕組みめちゃめちゃ難しかったですわって言ってたんで、ね、やっぱり心と体の仕組みだったり医療的ケア難しかったのかなってところですね。今回ね合格発表見てても医療的ケアのとこだけねカクンって落ちてるんで、医療的ケアというかね、心と体のとこねカクンって落ちてる B パートなんですけどね。なのでねやっぱりそうなのかなって感じはしますね。はい。
で、その他73点でした。まだまだ不安で仕方がないです。合格できるかなって言ってる方がいらっしゃる。そうですね。はい、合格でしたね。はい、おめでとうございます。はいね、で、38回受けて39点でしたっていう方もいらっしゃる。38回受けて69点でしたっていう方もいらっしゃいます。はい、この方も合格ですね。はい、おめでとうございます。ね、それが、以前より読みやすかったような、勉強したものの頭真っ白で忘れてしまって、熊さんが言っていたように先にコミュニケーション技術から、解いたのにっていうことですかね。はいね、意見参考にしていただいてね、コミュニケーションから解いたんですけれどもね、ね、それでどうなったかはちょっとね報告はもらってないですけどね、やっぱり今回ね1問目難しかったんでね、コミュニケーションから解かれてよかったかなと思いますよね。で、その意見だったりを受けて別の方から、ね、私も隣の方が早く解けて退出したから上がってしまい思考力がなくなってしまいましたって、これあるんかもしれないですね。ね、途中退席認められてますからね。ね、はいね、時間まで残らずにね帰る方がねガサって帰られるとね、はいね、その列自分だけとかなったらねちょっと焦ってしまうかもしれませんよね。ね、だからねもう答え合わせしてません結果待ちですとかね、いう方もいらっしゃる。もうそれも一つの方法でええかと思いますね。どうせ調べたら気になるんだからね、やらないっていうのも方法ですね。他自己採点75点ですが見込みありそうですか。手応えありそうな感じですがちょっと不安です。そりゃそうですよね。75点でね結果だけ見たらね合格点より11点も多いのにねそれでも不安だよねって言われたらそりゃそうだよねってことですね。だから来年受験予定なので、この動画ありがたいです、ね、いろんな意味で頭使う問題だったり驚きの問題多いですねということでね、もうこの時点から参考にしてくれてる方もいらっしゃるのかなってことですね。はい、全部見てほしいですね。全部見ていただいて、ね、あまりね全部見ても意味ないかもしれませんしね。全部見て、見ていただいてね勉強していただいたらいいかなと思いますね。だからね他ね年々難しくなっていて介護士の試験内容も知らない一般の人たちは簡単にね取れてね今回からパート合格も導入されたので、ね甘やかされてるとか勘違いされて困るってことですね。現場で働いてね試験受けてから同じこと言ってほしいですね。この気持ちは分からんことはないですね。どうしてもねまたね64点だったからね、もう点数低くても誰でも通すようにしてるとかね、に言われてしまうんですけどね、なんかこんな風評被害ですね、ちょっと避けてほしいですね。でからですね他はですね今年介護福祉士38回ですね受けましたね。以前この動画で問題の作成者が37回とあまり担当者に変わりはないので37回の過去問は、有効になるとアドバイスしていただきましたが全く37回と問題全然ちゃうやんってね、でも85点でしたってことやったんでね、はい、まあこの方は合格されてよかったなってことなんですけどね問題の作成者は一緒だから言うてね同じ問題出るわけじゃないですよ、はいね、系統が似てくるってだけですね全く一緒かっていうとそんなことはなくてね、なんだったら2年前と同じような問題出てたりとかね、また同じ切り口感っていうのはありましたけどね全く一緒の問題は、まあ出てこないと思いますわ、はい。問題解説ね38回の問題解説したじゃないですか、ね、隠し包丁持っている、ね、包丁隠しているねさすがやねっていうコメント聞いてました、はい、誰もそう思わないだろうって思ってたらね褒めていただいて、ね、けどこの間他の人交えて話してた時に、その人も本当に隠し包丁自体が包丁隠してるっていうふうに言ってはった人がいてはったんで、ね、意外と隠し包丁っていうそういう技術があること自体がねひょっとしたら知られてないのかなっていうことですね。だからはい何気に2人とも面白いですっていう話があったりとか、ね、ありがとうございます、はいね、どうしても関西乗りでやってるんで奥さんは純粋な関西人ではないんですよね。関東で育った経験があって、そうですね、僕も関東で育ってますんでね純粋な関西人ではなくてね、特に僕の喋り方はおかしいらしいですね。いつもおかしいですけどね。何がおかしい喋り方がおかしいかな、ね、イントネーションは違うないう時はありますけどね、なんか、純粋な関西弁ではないけれどもねノリ的にはもう関西のノリなんで、はい、なことですね。
だからね、今回ので一番びっくりしたんですけどもね、腹減って飯食ってたら退席になりましたっていうコメントが来てて、えって思って、でちょっと聞いてみたんですよね。そしたらね、試験中に食べてたので仕方ないです、またテキスト読み返して過去問と模擬試験楽しみにやりますって言ってるんですけど試験中に食べてたんやってどないして食うたんやろっていうか、すごいですね。もうこれ、相当お腹空いとったんやお腹空いたね。僕てっきりお昼ご飯食べる時間が長くなってしまってお店混んでたりとかしてて、食べてたら試験始まっちゃったんで入れませんでしたっていう意味だと思ったらそうじゃなくて本当に試験中に食うてたんやっていうのがすごいなって相当お腹空いとった、お腹減っとったんでしょうね。そのお腹減ってたらね、試験どころじゃないんですけどもね。でただね、これね今年はね、もうこれは絶対不合格なんですけどね、けどもなんか一生分のネタになりますよね、これね。自分受験した時はね、お腹減っててご飯食べてたら出されたんよ次はね、食べてからね、食べてからね挑んでほしいね。挑んでいただきたいなって思いますねはいね。その次ね、熊さんの声がとても精神安定に聞きましたということでね、精神安定になったってことで、いい声してますね。眠たくなる、眠たくなりますね。そうですね、それは逆に言われますね。安定しすぎてね、眠たくなるとかね、聞いてるとね、寝落ちするとかね。たまに何言ってるんかわからん時ある、たまに何言ってるかわからん時ある、その時あります滑舌がっていう意味ですか？ボソボソ言う。ボソボソ言うてる、そうですね、それはありますね。お子さんもたまに何言うてるかわからん時ありますそれは違う、話の内容が飛びすぎたり頭の中でストーリーできてはるからね何のこと言うてはんのかなっていう時があります、ね、理解ができない方ね。そう理解ができない僕らは聞き取れない方やと思いますね。最近声優さんすごいなと思ってまして。誰？声優さん全般にちょっと頑張って誰かの声出せるかな思ってやってみてるんですけど、もうちょっと練習してからにします。ちょっと津田健次郎の声出せないかな思ってやってるんですけどちょっと、ちょっと鼻にかけながらって言いながらやってますがいつなったらできるかなってところですね。だからね、独学にいいチャンネルだけどチャンネル登録をしてとかね、テロップが流れすぎるので集中そげやすいのでもっと控えめにしてくださいっていう、いいアドバイスだね。ありましたね。あれ本当にね、それはその通りですね。ただ宣伝しすぎやね。これね、試験問題の解説が背景画面変わらないじゃないですか。ずっと問題文出っ放しになるでしょ。そしたらね、YouTube が AI が作ったっていう風に判断したり、内容ないっていう風に判断して跳ねちゃう時あるんですよ。なので何か動かしてないとね、ちょっと作ってる側としては不安なんですけどね。年末年始はですね、ポポさんがお休みの日が多かったんですけどね、お声かけしてくださったらピンチヒッター務めましたのにっていう話でコメントいただいててね、本当にありがたいですね。今度これもう多分リップサービスかな思うんですが、本当に依頼してええのかなって思いますよね。どうなんやろってね。電話出演とかね、そんなんでも全然大丈夫なんですけどね、マジで言ってきたんですかとか言われたらショックだからね。この動画ね、最後まで見ていただいてたらですね、本当に行きますよというふうにおっしゃっていただいたらあなたは私の代わりにね介護福祉として、説明していただけるかもしれませんのでね、そちらでもお願いするかもしれませんので、ということでこの1年間ね、皆さんのコメントによって支えられた、1年間でしたね。また来年もですね、受験について、考えていきたいかと思いますので、今回はこんなとこでした。